おはようございます。音楽プロデューサー、そして音楽グローバルマーケッターのウェルカムマンです。さあ、ということでやってまいりました音楽ビジネスニュースでございます。よいしょ。はい。ということでですね、ちょっと連載的な感じでね、続けて、いけてるなということでございますが、最初にちょっとね、余談といいますか、11月今日は22ですよね。はい。非常にね株価がの話をね最近よくしてるんですけど、非常に乱高下しておりますね。はい。で NVIDIA の決算が非常に好調だったにもかかわらず株価が急落していると、調整が入ってるみたいなね。で、AI バブルそろそろ終了かと。ただ、企業は非常に半導体がまだまだ足りてなくて、これから AI でハードウェアがどんどん出てくる分野に関してもね、例えばEV ですね、電気自動車の分野でもいりますし、スマホの普及率っていうのはどんどんアフリカの方とかもね、アジアの方もいわゆるその、貧しいとされている国の方でも普及率がどんどん上がってきてますと。なので、この AI 化に対する半導体需要っていうのはまだまだ必要なんですが、非常にバブル過ぎるんじゃないかなという意見もあって、乱高下してますね。はい。でこれ、なぜそういった話をねこのビジネスの話、音楽ビジネス、音楽の中でやるかというと、これからソフトウェアといわゆるハードウェアとのこの供給バランスっていう需要と供給のバランスが非常に重要なポイントになってくるなと思うんです。というのもコロナが来た時に、デジタル化って一気に加速して、2023年の夏頃が AI 元年と言われて、去年か2024年の夏が AI 元年と言われて、一気にね、チャット GPT が一般化して、そこからジェミニが出てきて、もう AI ツール出まくりで、僕らも使いまくりっていうことで1年間でも一気にね世界線が変わってきた、そんな状況で、これからいよいよ半導体が出て、そしてロボットが出てますよね。中国の方でもフリーザのスマート版みたいな人が人間の動きしたロボットとかね、テスラもイーロン・マスク氏がロボットの販売をして、2026年はこれからロボットがね、ハードウェアがどんどん出てくるんです。 AI 搭載したみたいなことだったりね。はい。あとは最近面白かったニュースはAI が喋れるスマホと AI が喋れるスマホを並べてお互いコミュニケーションさせたら、お互いが AI であるっていう認識して、言語を AI 言語にしてずっと喋り出したみたいなニュースも面白かったですよね。はい。あとはAI の女性の方、ロボットの方が、一瞬で人間なんて滅ぼせるようなみたいな、これは1年前ぐらいのニュースかなですけど、非常に話題沸騰になったりとか、とにかくこういったキーワードで僕らはこれから未来がどうなっていくかっていうのがちょうど転換期であるっていうことを目の当たりしている最中だということです。で音楽もね、僕のニュースでやってますが、本当にどんどん AI 化されていって、音楽なんかももうボタン3つぐらいでオリジナル曲作れるぐらい簡単になってきたんでね、これからの新しい価値をどう創造していくかっていう意味では、この音楽ビジネスニュースは皆さんにとって非常に有意義な情報になると信じております。はい。ちょっと冒頭長かったですが、はい、今日ですね、お届けしていきたいニュースこちらです。はい、ミュージックマン .net さんいつもありがとうございます。チケットピア2025年4月から9月期は大幅増益、通期予想を、情報修正ですね。ピアはですね2026年3月期第2四半期の連結業績を発表しました。売上高は262億5200万円、前年同期比 123.9%、営業利益は29億9400万円、243.8%、経常利益は30億7600万円、284.8% ということで、株主に帰属する中間純利益は19億6100万、これがなんと 299.5% となりましたということです。これはですね、やはり大阪・関西万博の成功に伴う周辺事業の拡大、
当社主催企画運営イベントの増加に加え、来日アーティストや人気グループの大規模公演、夏フェス、プロスポーツ、ミュージカル、レジャー等のチケット販売が好調に推移した結果、取扱高ベースでの売上が1570億円を超える過去最高の水準となったということです。また昨年10月からのチケットピア、サービス利用料の一部改定によるコスト構造の改善もあり、約 7% の給与アップを踏まえた人的資本投資、そして新規事業への開発投資、次世代に向けたシステム改善等の各種投資コストを吸収する形で営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益すべてにおいて前期実績並びに、当初の、想定数を大幅に上回ったということでございます。主に売上に貢献したイベントでございますが、もちろん大阪万博、関西万博ですね。そしてプロ野球公式戦、サッカー J リーグ、大相撲、はい、そして花火大会とかね、今年はですね、東京世界陸上もありましたね。はい。さらにですね、音楽系ではワンオクロック、ミセスグリーンアップル、バウンディ、ウーバーワールド、福山雅治、そしてレディー・ガガ、トラビス・スコット、ビリー・アイリッシュ、ストレイ・キッズ、20などですね。音楽フェスでいうとね、ロッキン・ジャパンとかサマソニとかもそうですね、ワイルド・ブランチなどなど、本当に、たくさんのイベントに集客があって、チケットピアはウハウハでしたという、そんなニュースでございました。はい。ちょっとね、冒頭長かったので、この考察の方は簡潔にしていきたいと思いますが、もうご察しの通り、さっき言ってた AI 化でどんどんね、ソフトウェアが、デジタルのスピードがどんどん上がってきて、非常にホワイトカラーと言われる、いわゆる事務作業みたいなものが必要なくなってきたという、そんな社会的な部分もありつつなんですけれども、逆にそういった意味で言うとね、デジタルならね、毎日もうスマホ何時間見てますか皆さん。もう5時間6時間見てんじゃないですか。チェックしてみてください。はい。みたいな状況の中でデジタルデトックス、要はちょっとデジタルから離れようということで、リアルな体感が、やっぱり一番重要なフェーズになってきてるということでございます。チケッティングのね、デジタル化とか、そういった SNS 踏まえたアーティストがどんどんデジタルで情報発信することを皆さんはキャッチして、そしてリアルの現場で楽しむというこのルーティンがですね、明らかに、定着化してるし、明らかに重要なフェーズであると、ビジネス的にも皆さんの人生の豊かな部分に関してもバチッとねリンクしてきてると、そういうふうな状況でございます。チケットがですね、コロナ明けで、どんどんね上がってるんですよ、チケットの値段が。それにもかかわらずですね、皆さんはこれをお金使ってでも行きたいという価値が、あるということを認識しながらね、言ったら、可処分時間として結構エンタメに使うお金って皆さん実は増えてると思うんですよ。家計簿一回計算してみてください。はい。ネットフリとかアマゾンプライムとか、そういったサブスクって言われるようなところで映画見たり、YouTube でいろいろ動画探ったりっていうのはもう日常当たり前。 TikTok やインスタグラムをどんどん見てる状況の中、やっぱり疲れた、デジタル疲れだみたいな時に生の音楽を楽しむとかね、生の劇を楽しむとか、新しい人に出会いに行くとか、 SNS でつながった人とそういうリアルな現場のところで出会い、楽しむ、共感するみたいな、共鳴するみたいなことをルーティンワークとして、非常に重要なポイントになってきているということが答え合わせですよね。はい。とはいえね、今出た有名なアーティストとか有名な大阪万博みたいなところに関しても大成功なんですけど、僕らインディーズのシーンでいうと意外と恩恵は受けてないんですよ。意外と集客が落ちてるイメージがあったり、チケットが高くなってるので人が少なくなっていったりしてるので、これは表向きはすごくいいニュースなんですけど、実際の部分では格差は非常に大きく起きているなという肌感もありますので、これからですね、インディーズで活躍されてるアーティストやクリエイターの方、レーベル事業者、もしくはイベンターの方とかは非常に厳しい状況が待ち構えてるんじゃないかなという見立てもありつつ、とはいえ
イベントに足を運ぶ人が多くなったというところが、これからの課題感、そこのグラデーションをどういうふうにこう各事業者さんが埋めていくかっていうのが非常に重要なフェーズに入ってるなというふうに思います。はい、ということで今回は以上でございます。私ウェルカムマン YouTube チャンネルぜひ登録していただきつつですね、他にもですね TikTok や Instagram もやってますし、ビート販売とかもやってますんでね、ぜひ気になった方は YouTube でのサンプルのトラックとか聞いていただいてコラボしましょうとか、ぜひこのビートを僕が使わせてほしいとかあればね、お気軽にお問い合わせください。さらにですね、こういう音楽ビジネスニュースを発信している理由はもう一つはですね、いろんなアーティストのサポート、レーベルさんのサポート、音楽事業者のサポートっていうのはやってますんでね、例えば SNS アカウントの運用相談したい、やってほしいとかね、はい、あとはデジタルマーケティングトータルでやったり、アーティストの A&R プロデュースやってほしいみたいなお声あればですね、いつでも、お気軽にお問い合わせください。はい、ということでまたね次回もお会いしましょう。ブラッシュミュージック、ベビージャム、そしてアワーソングスのウェルカムでした。